こんにちは、オズ D です。今回は魔女小屋の形をほぼそのまま利用した簡易ウィッチトラップの作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックはお好みのものを使ってもらっても大丈夫で、待機所までのものは足場ブロックでも OK です。長時間放置したい場合などはチェストがいっぱいになるので、チェストを増設しておくことをお勧めします。アイテム数には数え間違いなどもございますので、あくまでも目安として参考にしてくださいね。では作り方の方へ移りたいと思います。今回のトラップはこのような沼地にある魔女小屋を使って作成していきます。魔女小屋は必ず入り口が北を向いて生成され、ウィッチが湧く場所も固定となっています。ウィッチは作業台から1マス開けたブロックの北西の赤丸の位置に固定で湧きます。ですのでまずは湧き位置をずらすために、この2マスにガラスブロックを設置します。石レンガの箇所に仮ブロックを設置して、上にガラスを設置しておきましょう。仮ブロックは壊しておきます。これで湧いた時にガラスに押されて、石レンガの左に移動します。そうしたら石レンガの手前に、ブロックを一つ設置しておきます。作業台の横のこの箇所を壊しておきます。水は穴に向かって流れる性質があるので、このガラスに水を流すと先ほどの穴に流れます。穴を開けていないと横の隙間から流れ出てしまうので、必ず先に穴を開けましょう。そうしたら一度外に出て穴の箇所に、チェストを設置したいので仮ブロックを設置します。水が流れている箇所にチェストを設置して、仮ブロックを壊してラージチェストにしておきます。チェストの前にこんな感じで、ラージチェストを2つ設置しておきましょう。今設置したチェストに接続するように、それぞれしゃがみながらホッパーを設置します。設置したらまた小屋の中に戻って、穴の箇所の下にあるチェストにしゃがみながらホッパーを設置します。今設置したホッパーの上に、しゃがみながらボタンを一つ設置します。小屋を真っ暗にするために、窓にある不要なフェンスなどをすべて壊しておきましょう。動画では遮光ガラスを使用していますが、不透過ブロックで窓を塞いでいきましょう。作業台の上にしゃがみながら、この向きでリピーターを一つ設置します。大釜の上にブロックを設置して、その上にレッドストーンダストを設置しておきます。リピーターの1マス上の箇所に、この向きでピストンを一つ設置しておきます。ピストンの側面にトーチを設置しておきます。ピストンの前のこの位置に、ガラスを一つ設置しておきます。この位置にもガラスを設置しておきましょう。ピストンに向かってトライデントを刺しておきます。ピストンの下にブロックを設置すれば、ピストンが動き出してくれます。これで処理層は完成となります。外に出る際に入り口をブロックで塞ぎます。小屋の背面のこの位置にレバーを設置して、一度下げて装置を停止させておきます。この部分の屋根を一つ壊しておきます。上に登れるようにはしごを設置しておきましょう。天井の上部分からブロックや足場ブロックを40個設置して登れるようにしておきましょう。足場ブロックでない場合は、はしごを設置しておきましょう。頂上部分に簡単に待機所を設置して、ファントム対策の屋根も設置しておきます。屋根と待機所は湧き潰ししておきます。これでウィッチトラップは完成となります。中にはもうウィッチが湧いてくれていますね。スイッチを入れるとキストラが作動して、湧いたウィッチを倒していってくれます。あとは待機所で放置しているだけで、次々とウィッチを処理してくれます。またドロップ増加の剣を持って待機すれば、入手アイテム効率もアップするのでおすすめです。ちなみにですがドロップ増加の剣なしで、10分ほど待機した場合はこんな感じです。ドロップ増加の剣なしでも、それなりにアイテムを回収することはできます。また倒して落ちている経験値は、
入り口に近づくことで回収することも可能です。小屋を再利用することで材料数も削減でき、経験値やアイテムを入手できるのでおすすめです。いかがでしたでしょうか？今回は小屋を再利用することで材料数も抑え、アイテムや経験値も大量に入手することができる、簡易ウィッチトラップの作り方のご紹介でした。簡単に作れて火薬なども入手できるので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。今回参考にさせていただきました方の動画は、概要欄にリンクがあるのでぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。猫